純正ギアオイルの準備。ドレンプラグとワッシャーの準備。フィラープラグを緩める。フィラープラグを外す作業に入りましたけれども、この時はまだ 22mm だということに気づいてなかったんです。ドレンプラグが 23mm でピタッと合っていたので、フィラープラグの方も 23mm を使って開けようとしてますが、それはスクッと空振りをしてしまったので、今度は 21mm を持ち出してますけれども、それは当然合わず、今度はモンキーレンチを持ち出して開けようとしたんですけれども、何か嫌な予感がしたので一旦撤収しました。この後インターネットでいろいろ調べてみたら、1軒ですね、地元のショップに 22mm の在庫があったので走って買ってまいりました。気持ちが焦っていろいろ無理しようとしてしまいましたけれども、今回は暴走せずに無事に解決できました。デフオイルを抜く。ドレンプラグのヘッドの厚みが結構薄いので、舐めないようにちょっとインパクトを使いました。はい、OK。ナイロン袋を使ってみたらいろいろとうまくいきました。まあ使い捨て手袋なんだから手でやればいいじゃんってな話もありますけどね。フィラープラグの酸化加工。これはドレンプラグですね。もう錆びてたし、何年使ってるかわからないので新品に交換いたします。で、こちらがフィラープラグですね。ヘッドの錆を取ってから酸化加工をしていきます。ヘッドの錆を落としてから油脂類を取り除くクリーニングというステップをやってコンディショニングをしています。この青い液体が酸化加工剤ですけれども、酸化が始まると黒く色が変わってきます。今回は約30秒ぐらいで酸化が完了したと思います。水洗いをしてから最後にワックス剤をつけて乾燥させます。新しいドレインプラグを装着。
ポンプでデフオイルを投入。フィラープラグを装着。酸化加工をしたりして、ただオイルを変えるだけでなくてね、いろいろと寄り道できるのが DIY のいいところだと思います。で、フィラープラグなんですが、かなり狭い場所にあるのでトルクレンチは使えなくて感覚で締めました。全ての作業が終わったので、ブレーキクリーナーでオイルフリーの状態を作りました。ここで手を抜くと後で点検の時にオイル跡があったりすると迷うので、ブレーキクリーナーはケチらずにたっぷり使うようにしています。新旧オイル比較。はい、左側が古いオイルになります。どちらかというと経年劣化なんでしょうか。皆さんのご意見をお願いいたします。朽ち果てたナンバープレートガーニッシュ。ではまずバンパーから穴をしていきたいと思います。ヨーロッパのナンバープレートをつけるガーニッシュがついているんですけれども、このホルダー部分の残骸を外していきます。運転席側の方はプレートと昔ネジだったものが固着してですね、全く外れないので、とりあえず余分なところをカットしています。ネジ穴はバンパーの一部のパーツなんですけれども、そこがポロッといってしまうともう完全にアウトなので、このためにバンパー全交換となるとね、また大変なことになるので、ビビりながらプレートの部分をそーっと回してます。はい、やっとね、ネジが固着から解き放たれました。新旧ガーニッシュ比較。こうやって新品と並べてみるとその差がすごいですよね。この新品もまた腐食しちゃうんですかね。新品に防水加工を施す。腐食はさせたくないのでね、デニトロール4941でプロテクト塗装をしていきました。これでね、取り付ければ長持ちしてくれるんじゃないかなって思います。まあそうは言ってもこまめなチェックとか雨が洗車の後の乾燥はやっていきたいと思います。マックオフでプレウォッシュ。はい、次にね、マックオフで泥汚れを洗い流していきたいと思います。この後鉄粉落としの作業をやるのでね、目に見える汚れはここでしっかりと落としておきます。液体グレーでバンパー鉄粉除去。マグマはですね、散布するとすぐに化学反応が始まります。ここはバンパーから血が出てるみたいですごいですよね。表側の塗装面もポツポツと赤く反応していますね。目に見えない鉄粉汚れ、意外とたくさんありました。はい、なん
となく気のせいかもしれないんですが、色合いに深みが増したような感じがしませんか？ナンバー灯のお手入れ。はい、次はここですね。結構鬼汚れの定番の場所なので、こういう機会に掃除しておくことにしました。電球も真っ黒で終了寸前だったのでね、新品に交換をしておきました。はい、この後仮組みをして点灯テストをしようとしています。バンパーをつけてしまってから、あれこれつかないぞってなるとまたね、大変な作業になってしまうので、ここでテストをすることが大事かなと思います。これで車検も OK。 ナンバープレートガーニッシュ合体。リフレッシュしたナンバープレートガーニッシュをバンパーへ取り付けていきます。実はこの前の作業としてブチルを貼ってあります。薄めによく伸びて安定するので、両面テープよりも気軽に使っています。はい、プレート類もデニトロール491が乾燥したので、裏側から仮止め作業を行っていきます。接着にはタイガーシールというシーラント剤を使いました。プレートを圧着するような感じで適度にボルトを締めていきます。タイガーシールはしっかり固まるけれども、柔軟性が高い接着剤として自動車関係の整備によく使われています。新しいネジも防水加工をしておきました。エア抜きダクトの防水処理。このガスケット痩せすぎですよね。それにこのダクトからの水の侵入は S2000 あるあるみたいですから、新品のガスケットにも期待できないので、ここはブチルに登場してもらうことにしました。ブチルが痩せることはないようなので、それに扱いやすいのでね、整備には不可欠だと思います。ハイマウントの防水処理。そういえばハイマウントのこの部分にも錆がありました。なのでやっぱりブチルに登場してもらうことにしました。いやー、本当にもうブチル様々ですよ。ストレーキ装着。こんな状態でもね、オートグリムを使えば綺麗になりました。そしてボルト類はもちろん酸化加工済みです。こういう寄り道は DIY の醍醐味です。こういう細かい部分へのこだわりというのは車の価値を上げてくれると思うので、面倒な手順でも楽しくやらせていただいています。ストップランプの小傷補修理。このコーナーのところにひびのようなものがありましてね、600番と1000番のサンドペーパーでこすってから、2000番で水溶きをしてコンパウンドで磨いてみました。ストップランプユニットガスケット交換。はい、次にブレーキランプユニットのガスケットを新品に交換していきます。両面テープを貼る部分はアイソプロピルアルコールできっちり油分と汚れを取っておきました。ガスケットを装着したらユニットをボディへ戻す作業を行います。この時ガスケットに厚みがあるということとトルクの指示がないということもあって、しっかりめにナットを締めておきました。実は電球類も全て交換をして車検対策をしておきました。
バンパービーム装着。このボルトは酸化加工したので、新品の時と同様に空締めをしておきました。防水処理をしたのでバンパーの色がブラックになりました。最初はちょっと違和感があったんですけれどもね、バンブルビーみたいで今は可愛いなって思ってます。リアバンパー装着。今回も細々とした作業を駆け足でお送りしてまいりました。本当は一つ一つの作業にすごい時間がかかってるんですけどね。短い尺の中でお伝えできることは多くはありませんけれども、皆さんにもこの車に愛着を持ってもらえれば嬉しいです。ということでね、この S2000 の分解の旅はまだまだ続きます。作業前のフロア下の様子。泥汚れをサンディング。サブフレーム復活塗装後。ミッションハウジング磨き。固着したフィラープラグを緩める。ガッとやったらガッとやったら打ちました。見事に。こっちに傾いてるってこドレインプラグを緩める。と？長くして。よし。ほっ。新しいワッシャーと MTF の準備。
きっちゃにゃできました。でこれが UTF-3 ちぎっ掃除をしました。ドレインプラグを閉める。MTF 注入。前後、新旧の比較。カスカスのライナー&カバー復活。この前外しておいたフェンダーライナーはパッサパサでしたね。そしてアンダーカバーとスプラッシュシールドもカスカスでした。エアガイドプレートは表面はまあまあですが、裏面はガサガサです。でもクリーニングをしたらこのようにピッカピカになりました。毎度のことながらオートグリーンのバンパー&トリムジェルはすごいです。アンダーカバー類の装着。それではまずスプラッシュシールドから取り付けていきましょう。これはラジエーターの後方、ステアリングギアボックスの下に取り付けるプレートですね。次にフロントアンダーカバーを取り付けていきます。これはコンデンサーとラジエーターの前方下側に取り付けられるプレートです。バンパービームの装着。はい、このバンパービームもリフレッシュ済みでございます。いつものようにサビを緩めてからデニトロール RC900 でサビを鉄に変換しました。最後にカラーコートをすればリフレッシュ完了です。ヘッドライトウォッシャー用のホースをバンパービームに通してから
やはり酸化加工済みのボルトで固定をしていきます。そして最後にアンダーカバーを組み付けておきます。ヘッドライトユニットを磨く。ヘッドライトの電球を交換。今回はハイビーム、ポジション灯、方向指示器、車幅灯のバルブを交換していきます。ヘッドライトユニットを装着。右側のヘッドライトのヒンジが壊れていたことを覚えているでしょうか。これはゴリラのエポキシグルーを使って修理済みです。準備ができたのでユニットを慎重に定位置へ入れていきます。次に内側のボルト2本を固定していきます。下側のボルト1本はロアコーナービームに、外側のボルト1本はフェンダーへそれぞれ固定していきます。最後に防水処理とサイト層をしたアッパーコーナービームを装着していきます。ボルト4本で固定すれば作業は完了です。点灯テストを行う。HID バルブは交換していないんですけれども、光量的には8割ぐらいですかね。ご意見お願いします。ハイビームのテストは OK です。ポジション灯も OK でした。ただ、ウインカーが、リアのコネクターがちゃんと入ってなくてですね、テストしてよかったなと思います。エアガイドプレートを装着。バンパーパスティフナー装着。フェンダーライナー装着。これ右側が今回購入した新品なんですよね。
ウェールズから戻ったらオートグリムしておこうと思います。ライナーはネジやらクリップやら26箇所で固定します。こういう地味な作業がまた楽しいんですよね。クリップ類はその都度新品を使っています。ストレーキもオートグリムでピカピカです。フロントバンパー鉄粉除去。バンパーグリルの装着。はい、グリルもオートグリムで復活させていますけれども、3M を貼る場所だけアイソプロピルアルコールで洗浄しました。そしてグリル側に貼り付けた 3M とバンパーを貼り合わせていきます。今度は反対側からバンパーを挟む形でグリルを固定しました。もともとね、こんな感じでした。上の方はスピードナット4個で固定するようになっています。何はともあれ、きれいに固定することができました。ヘッドライトウォッシャー組み付け。バンパー傷の補修。バンパーの顎の部分の傷を直していきます。バンパー用のフレキシパテを準備しました。傷の山の部分にヤスリをかけてから谷の部分にパテを入れていきました。しかし残念ながら失敗に終わりました。フロントバンパー組み付け。ではいよいよリフレッシュしておいたバンパーを取り付けていきましょう。まずスペーサー部分へバンパーを差し込みます。いつものようにタイラップで落下防止をしました。フェンダーに組み込んだ後、各ボルトを固定していきます。そしてアッパーバンパースティフナーとバンパーシールをボディとバンパーを挟み込むような形で5本のボルトで締めていきます。最後にフェンダーライナーとアンダーカバーをバンパーに固定して作業は完了です。ウィンドウウォッシャー壁の入れ替え。それでは最後にウォッシャー液の交換作業を行いましょう。今回はレイン X のスクリーンウォッシュ with レインリペレントを投入していきます。ということで今日も駆け足で16項目を12分30秒の動画でお届けしてまいりました。この部分を詳しくというリクエストがありましたらお気軽にコメント欄からお寄せください。ご意見を参考にさせていただいて次の動画を企画していきたいと思います。はいどうもガラジトモさんでございます。今ちょうどですねプリンス・オブ・ウェールズ・ブリッジを渡っているところです。目的地のスウォンズィーまであと1時間ぐらいの距離まで走ってきました。今日は S2000 のソフトトップの張り替えに行くんですけれども、道中暇なんで雑談やクイズがメインの動画になります。まあそうは言ってもね、交通システムの話とか、あとは日本で売っていない車の話とかになると思います。ち
ちなみにこの橋の全長は5128メートルで、日本で一番長い橋よりも長いそうです。スピードカメラの話。この国の高速のスピードリミットは70マイルなんですけれども、たまにこういう減速区間というのがあります。ここは50マイルですね。はい。で、さっきの標識にはスピードカメラのマークがついてたと思うんですね。多分この国は隠し撮りはやらないので、お知らせが必ずあるんですね。で、さらに最近のカメラとレーダーの色はですね、遠くからもよく目立つイエローになってきてるんですね。そしてアベレージスピードリミット方式、平均速度カメラというのが最近は主流になってきているようです。複数のカメラが区間の移動時間を算出するような方法になっています。フラッシュ一発方式というのはもう最近は見ないですね。左側にありますね。日本では最近はどうでしょうか。トンネルの話。なんだかあんな低い丘なのにトンネルがありますね。イギリスでは珍しいトンネル。この国で道路のトンネルを見るのは非常にレアなことなんですね。そもそもあんまり起伏がないし、だからなんでこんなところにトンネルを掘る必要があったのかというのが非常に謎ですね。大雨と独り言。あいにくの大雨です。もうちょっと綺麗な景色を見せられたらよかったんだけども、晴れてたら綺麗なんでしょうね、この辺もね。まあ残念ですが、また次回。あと7、8マイルで高速道路を降ります。ウェールズ語、カムリ語。ウェールズ地方に入るとカムリ語と英語が併記されています。例えば、ゆっくり走ろうという標識もこのように併記になっています。車種当てクイズその1。はい、今前方に日本車が見えてまいりました。これは欧州市場専用の日本車になります。ちょっと画面小さいですけれども、車種が分かったらコメント欄に書いてください。ぼやけてて分かりにくいですかね。ヒントはですね、ホンダ車です。信号機の話。はい、今交差点赤信号なので停止いたしました。右側の右折レーンも今黄色から赤になりました。日本の信号機は赤の次は青になったような記憶がありますけれども、今も変わってないですよね。この国の場合は赤から一旦黄色になります。はい、黄色になって、それから青ですね。こういう風になった背景や、その効果など考えてみてください。車種当てクイズその2。今回はスウォンズィという町に向かっておりますけれども、目的地まであと数分のところまでやってまいりました。今追い抜いていったのはアウディですね。おそらく日本でも売っている車種だと思います。これはミニクラブマンですかね。私思うんですけれども、日本との違いというと、まずハイエースが走っていないということ、それから軽自動車がいないということですね。その代わりボクソールとかフォードとか
そういうメーカーの車が多く走っているかなと思います。はい、ここで車種当てクイズ第2問に行きたいと思います。はい、ちょっと寄ってみましょう。はい、このスモールハッチバックわかりますでしょうか。ヒントはですね、WRC でも活躍していた車です。バスレーンの話。左側の車線はバスレーン、バス専用レーンだね。これも厳しくて、ここを乗用車が行くことはほとんどない。もうバスにカメラついてるし、チケットが送られてきますね。そういうの走っちゃうと。とにかくみんな急がない先を。車種当てクイズその3。はい、では前半戦最後の問題第3問いきましょう。はい、今前方に停車している SUV が第3問になります。運転手が何かつぶやいていますけれども無視してくださいね。この車はイギリスでデザインされてイギリスの工場で生産されている日本メーカーの車です。分かった方はコメント欄に答えを書き込んでください。キャノルファンディネジックワークショップ到着。でターンライトしてまたターンライト。Turn right, and then at the roundabout, Yeah. turn left. ターンレフト。はい。At the roundabout, turn left. これ何通り？ You have reached your destination. はあ。どこ？ということは、ここを左に曲がる？舗装してねえじゃん。おいおいって感じだな。オートケア、この辺。ソフトトップ交換。はい、予想と違う雰囲気の場所にありましたけれども、こんな感じでね、作業が始まりました。最初にね、もともとついていたホロを外していきました。かなり傷んでましたね。そして後部スペースがあらわになりました。排水口の状態も確認をしておきました。はい、これが全て外した骨組みだけの姿ですね。こうやって見ると意外と細いんですね。はい、作業開始から約3時間が経過して新しいソフトトップが装着されました。はい、新しいソフトトップはブラックのモヘア製で後部の窓はガラス製になっています。200マイルトンボ帰り。無事に作業も終わりましたので、これから帰路に着きたいと思います。相変わらずあいにくの天気が続いていて、
目の前は本当は海が広がってるんですけれども、それも見えない状態ですね。残念です。まあとにかくお腹も空いたので、高速に乗って最初のサービスエリアに入りたいと思います。30 miles。車種当てクイズその4とその5。はい、では第4問はこの右手の青い小型車。そして第5問は前方の白いワンボックスです。はい、では第4問です。この青い小型車の車種は何でしょうか？ヒントはトヨタのヨーロッパ戦略車です。そして一つ前に止まっている赤いシトロエン C1 が兄弟車にあたります。はい、では次第5問です。この白いワンボックスの車種を当ててください。この車、前から見るとこんな感じです。日本の至るところでハイエースを見かけるように、この車はこの国でたくさん見かけます。ヒントですか？メーカーはフォルクスワーゲンです。サービスエリアに入る。抜かすかよここで。疲れてるので文句が多いですけれども、サービスエリアのパーキングに到着しました。この後ね、ここで簡単なランチをとって家路に着きたいと思います。まあランチって言ってもケンタかバーキンだけどね。